圧政の中で国民運動が盛んになったのです。ナショナリズムってやつね。作曲経緯からも、一体感や高揚感を楽しむ曲かもしれませんね。こんにちは、投稿主のヨウムです。今回はシベリウスのフィンランディアを解説します。フィンランディア、フィンランドが関係しているのよね。その通りです。この曲は、フィンランド国民の苦難と未来を書いています。苦難と未来、どんな背景があったのかしら。今回の目次はこんな感じです。よければ最後までご覧ください。それでは参りましょう。はじめにシベリウスの人物像を紹介しましょう。シベリウスは1900年前後の作曲家です。ロマン派の末期、近代音楽にも差し掛かった時代です。ちょっと前まで活躍していたのね。で、90年以上も生きたの。はい、とても長命な人でした。ただ、多くの曲は世界大戦前に作られました。今回のフィンランディアも前半の作品です。彼の作風は時期によって大きく異なりますが、この頃は北欧の伝説や歌を積極的に取り入れています。彼はラという叙情詩を元にしたり、北欧の伝承をベースとした音楽が多いですね。そっか、彼の曲って雄大なイメージがあるけど、その一つの理由はこれなのね。そうかもしれませんね。まあ、もっと後になるとさらに作風が変わるのですが、またの機会に紹介したいですね。内なる声とか初耳すぎて誰も見なさそう。いいんですよ、好きで紹介しているので。少しの方でも良さが伝わったら嬉しいです。それでは、フィンランディアの背景をお話ししましょう。フィンランドの苦難と未来を書いたんだっけ？その通りです。時は19世紀、フィンランドはロシアの従属国でした。しかし、国内では独立を求める声も多く、そのため、ロシアによる圧政を受けていました。特に、この曲が作られた時期の総督は、ロシア愛国者で、ロシアへの絶対的服従を強制させられたのです。民衆の反発を力で抑えようとしたのね。国内では、この弾圧に抵抗する者、北欧のルーツを探求する者など、圧政の中で国民性を訴える運動が盛んになりました。ナショナリズムってやつね。さて、この反ロシア運動の一環として舞台劇が開催されました。この舞台劇はフィンランドの歴史的情景をテーマにし、国民の苦難と輝かしい未来を壮大に描いたストーリーだったのです。シベリウスはこの舞台の音楽制作を担当しました。実はこの中のフィンランドは目覚めるという音楽が今のフィンランディアの元となったのです。もともとは舞台劇の音楽だったの。そうなのです。この舞台劇は熱狂的な支持を受けフィンランド中に広がりました。さて、舞台劇の上演から少し後、シベリウスは X という差出人から一通の手紙をもらいました。貴殿は、パリ万博公演を飾る序曲を作られたらどうでしょう。すべてを突き抜けたその曲は、そう、フィンランディアと名付けられるべきです。X ってなんか回答みたいね。まあそこは突っ込まないでください。シベリウスはこの手紙の提案に従いました。先の舞台劇の、フィンランドは目覚めるに手を加え、フィンランディアを作ったのです。出来上がったフィンランディアをパリ万博で披露し、結果は大成功。フィンランドの国民性を力強く主張することに成功しました。独立の思いが伝わったのね。話をまとめると、こうなります。フィンランディアは自国の人々を勇気づけたとともに、シベリウスの名を国際的に広めることとなったのです。なるほど。でもこんなに大々的に披露したら、ロシアが黙ってないんじゃないの？はい、なので対策としてパリ万博では、祖国というマイルドな題名に変えて披露したそうです。ではいよいよ曲の中身に入りましょう。序奏です。冒頭の金管は苦難と言われることもあります。異常な閉塞感がありますね。まさに圧政って感じね。続く木管と弦は冒頭のモチーフの形を変え、民衆の悲嘆のような旋律を奏でます。しかし、だんだんと苦難に抵抗する者が現れます。主部。このモチーフは闘争の呼びかけとも言われます。訴えが聞こえてくるみたい。闘争
はやがて勝利を導きます。感情が爆発するような弦の刻み。そして勝利に向かうような上昇音形が特徴的です。かっこいい音楽ね。この、苦難から逃走の呼びかけ。そして勝利を目指す一連の音楽が心を湧き立たせます。中間部です。うわぁ、美しい旋律。まるで大切なものを慈しむようですね。この旋律は、後にコスケンニエミという楽師が詩をはめ込み、フィンランディア賛歌という歌として広まりました。現在はフィンランドの準国歌のように愛称されています。へえ、エルガーの威風堂々みたいね。経緯は似ていますね。中間部の後はもう一度逃走の呼びかけが行われます。再現部みたいな感じね。そしてコーダは、先ほどのフィンランディア賛歌の形を変えたファンファーレです。うわぁ、壮大ね。裏のシンコペーションとともに弾き手を強烈なエクスタシーに導き、高らかに締めくくられます。ヨウム、この曲はバイオリン弾きとしてはどうなの？そうですね、すごくシンプルでとっつきやすいです。学校の部活動でもよく演奏されますが、この曲は入りたての人でも弾きやすいと思います。確かにあまり複雑じゃなくてやりやすそうね。作曲経緯からも構成や和声を楽しむというよりは、一体感や高揚感を楽しむ曲かもしれませんね。ただし、弾き手側の注意として、この曲結構力みやすいです。そうなの？曲の性質上、金管楽器に埋もれる部分が多いのと、中低音での刻みが多いことが理由です。力むのはやっぱり良くないのよね？そうですね。力が入ることは体を硬くすることにつながります。そうすると音が浮き、かえって遠くまで響きません。力ではなく、スピード、腕の自然な重さなど、適切な音量の出し方を意識できるといいと思います。まあ確かに物理的に金管の音量は超えられないし、弦は弦の良い響きを追求すればいいのかも。力まないようにさえ気をつければ、主語の高揚感やフィンランディア賛歌の美しさなど、曲の楽しさを最前線で味わえると思います。ドラマを肌で感じられる曲ってわけね。というわけでエンディングです。まさに苦難から勝利を味わえる曲なのね。とてもドラマチックだった。時代が作曲家を動かし名曲が作られる。まさにその代表格がフィンランディアだと思います。機会があればぜひその高揚感を味わってください。それでは解説はここまでとします。別の動画を作った時はまた見に来てもらえると嬉しいです。今回のより詳しい内容はブログに載せています。興味があれば概要欄からご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。